今回作成するのはこちらのレースの飾りのついた箱です。レースペーパーで作る内箱と折り紙で作る外箱を組み合わせています。ぴったりと一体化しています。外してみます。お菓子などを入れるときにレースペーパーの内箱をセットすることで外箱が汚れず見た目も華やかになります。内箱は簡単に作れるので使い捨てで良いと思います。用意するものは外箱に15センチの折り紙4枚、内箱に20センチのレースペーパー1枚です。レースペーパーは100均で買ったこちらの商品を使いました。サイズは8号で8枚入りでした。それでは内箱から作っていきます。内側にする面を表にして縦横に折り筋をつけます。折り紙のように角や縁がはっきりしていないので大体で大丈夫です。裏返して45度回転させます。先ほどつけた折り筋の中間に縦横の折り筋をつけます。裏返して中心を軽く押します。ついている折り筋で折りたたみます。この形になります。左右の角を丸に合わせて折ります。ちなみに中心から離して折り合わせると広く浅い箱になります。裏返して同じように折ります。内側から広げて潰すように折ります。左右とも同じように折ります。裏返して同じように折ります。角を閉じ合わせるように折って内側から広げて折り下げながら閉じ合わせるように折ります。左右とも同じように折ります。
形に沿って内側に折り込みます。裏返します。同じように折ります。角と角を結ぶ線で折り筋をつけます。裏返して同じように折り筋をつけます。角と角を結ぶ線で上1枚を折り下げます。残り3箇所も同じように折ります。内側に指を入れて底を広げます。形を整えて内箱の完成です。続けて外箱を作っていきます。白い面を表にして半分に折り筋をつけます。上の縁を折り筋に合わせて折ります。半分に折り筋をつけます。左下の角を折ります。赤い点を起点に丸と丸を合わせて折ります。縁を立てて立体化します。これでユニットが1つ完成です。これを4個作ります。4個できたら組み立てです。内側を上にして左のユニットの隙間に右のユニットを差し込みます。
じめは緩く差し込んでおきます。同じようにつなげていきます。中心が半時計回りに上に重なっていることを確認します。裏返します。四隅を押して締めていきます。元の向きに戻して内側を整えます。外箱の完成です。内箱と合わせてみます。このようにぴったりと合います。完成です。ひなあられを入れてみました。ご視聴ありがとうございました。